ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、Number I、Numbers Your Zone オフィシャルミュージックビデオ。こちらを見て歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのボーカルルーム。さあ今回はですね、少し前に公開された Number I の新しいミュージックビデオ Numbers Your Zone。本当はですね、1週間ぐらい前に公開しようと思ったんですけれども、撮影をしようと思って YouTube をチェックしたところ、熱海のパフォーマンスビデオの方がですね、公開された直後だったみたいで、先にね、熱海の方を公開してしまいました。こちらのサムネイルの動画になってます。概要欄に URL 貼っときますので、気になった方はですね、ぜひチェックしてみてください。そして今回もですね、Numbers Your Zone を歌声分析したわけですけれども、新しい Number I の歌声が発見されました。おそらく今までの楽曲で披露していなかった声なんじゃないかなっていうふうに思いますし、3人が3人とも僕の聞き覚えがない素晴らしい歌声を表現していて、僕はすごく感動してしまいました。そういった部分をどこよりも丁寧に、そして細かくをテーマに歌声分析しておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。つるさんのボーカルルーム。こちらのチャンネルは私つるさんが現在気になっているアーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝える歌声分析動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。そして最近 YouTube にて実装された新機能ハイプ、こちらの方もですね、今回の動画気に入ってくださった方はですね、3回ハイプをしていただけると、こちらの動画がランキングに乗ることができるかもしれないので、ぜひご協力よろしくお願いします。それでは早速 Number I Numbers Your Zone 歌声分析 GO!さあ始まりました。あ、なるほどね。今回もこういうパターンなんですね。なんか昔のゲームみたいな始まり方というか、稲妻の時もこういう感じでしたよね。今回の Numbers Your Zone はどういう風なミュージックビデオなんでしょうかね。いきますよ。こんにちは。どうも。軽いめちゃくちゃ軽い挨拶でしたね。こんちゃーみたいな、こういう日常的な雰囲気もいいですね。いきますよ。わお。あ、来たよ。あ、そういう感じ。うん。こんちゃーって軽い感じで入ったのに、なんかチラシみたいなやつを、はいみたいな。結構ね、投げやりな感じでチラシ渡してましたね。次いきますよ。いや、最初は平野さんでしたね。ものすごくね、こう男らしいかっこいい声質チョイス。この声はですね、肺の中の空間、胸腔共鳴という部分をメインで使った声です。主に声の太さをコントロールするポイントですね。そして少しだけ鼻の中の空間、鼻腔共鳴、こちらも使ってるかな。鼻腔共鳴は主に声の音色のコントロールなんですけど、今回平野さんが鼻の空間を使った理由はですね、低音域ってすごく声がこもりやすいんですね。モコモコしやすいというか、そのモコモコした成分を取り除くために鼻に声を少しだけ入れた感じで歌ってます。もう一回聞いてみましょう。いいですね。で、口もかなり大きく動かして歌ってるようなニュアンスを感じます。あとは全体的に歯切れの良さを出すためにスタッカートっていう音を切るテクニックも使ってますね。めちゃくちゃかっこいい。次いきますよ。い
で、岸さんはですね、鼻の鼻腔共鳴、こちらをかなり強く使った歌声になってます。鼻声のニュアンスを感じれるぐらい、鼻に声を入れて歌ってるんじゃないかなって思います。そして全体的にですね、平野さんよりも強くスタッカートを入れて歌ってる。こんな感じかな。もう一回聞いてみましょう。いい声ですよね。この特徴的な声がね、またたまらないんですよね、岸さんは。次いきますよ。今の神宮寺さんの声なんですけど、前半と後半で声の使い方を変えています。前半がですね、口の中の口腔共鳴と鼻の中の鼻腔共鳴、この2つを混ぜたような感じで歌ってます。口腔共鳴はですね、言葉一つ一つをはっきりさせる効果があるポイントです。ラップでよく使われる声の響きだったりもするんですけど、それプラス鼻でですね、声の甘さを表現して前半のメロディーを歌って、後半のラップのところは口の口腔共鳴メインっていう感じの声の響きにですね、変えて歌ってるんですよね。もう一回聞いてみましょう。このダッ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 ダのとこかっこいいですよね。次いきますよ。今前半が平野さんのラップで後半が岸さんのラップだったと思うんですけど、リズムの捉え方がですね、すごく似てるなっていう感じがしました。全体的なスタッカートの付け方だったり、子音を強く発音する感じとか、こういうところにね、やっぱりチームワークを感じますよね。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら。すごくリズムの雰囲気が近いものがあるというか、リズムのニュアンスをね、2人で近づけるように意識して、ここのフレーズ作ったんじゃないかなっていうふうに僕は推測します。いや、素晴らしいですね。次いきますよ。いいね。綺麗な声がやってきましたね、神宮寺さん。神宮寺さんのこの声聞くのもものすごく久しぶりかなっていうふうに僕は個人的に思うんですよね。最近の神宮寺さんって割とこうね、ガツガツとしたかっこいい歌声チョイスだったかなっていうふうに思うんですけど、やっぱりね、この裏声のきらびやかさが神宮寺さんの魅力の一つなんじゃないかなっていうふうに思っていて、僕のね、大好きなポイントですね。もう一回聞いてみましょう。で、裏声のところはですね、頭を響かせた声、ヘッドボイスっていう声を使ってます。このヘッドボイスの特徴は、ものすごく声がね、美しくなるんですよね。こう、キラキラとした成分が声に乗っているというか、癒し効果バッチリの声ですね。で、裏声をきっかけに、その後はどんどん地声感が強くなってくるみたいなフレージングかなっていうふうに思います。次いきますよ。すごく綺麗な声ですね。平野さんですよね、今のところは。全体的に裏声で歌ってるかな。柔らかい地声のような感じもするんですけど、僕はね、裏声かなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。こんな感じじゃないかな。多分裏声で耳元で囁くぐらいの声量で歌ってると思うんですよね。で、地声っぽく聞こえる理由としては、裏声なんですけど、胸の胸腔共鳴の響きをいっぱい使って歌ってるんですよね。胸腔共鳴は声の太さをコントロールするポイントでもあるので、裏声でもある程度声質って太くなるんですよ。ナンバーツヨツォみたいな。胸を使わないと、ナンバーツヨツォ声が細くなるんですけど、ナンバーツヨツォ少し声太くなりますよね。多分この声の使い方をしてるんじゃないかなっていうふうに推測します。次いきますよ。いい声、いい声。すごくなんか無邪気な少年のような感じの雰囲気がある歌声かなっていうふうに思います。
神宮寺さんのこの声はですね、口の口腔共鳴をメインで使ってる歌声ですね。鼻腔共鳴を使わないと声のツヤ感は少しなくなるんですけど、こういった無邪気さだったり普段喋っているような音色がですね、声に乗りやすいんですよね。もう一回聞いてみましょう。かっこいいですね。めちゃくちゃかっこいい。いや、声のバリエーションが増えてますよね、神宮寺さんも。最高ですね。次いきますよ。かっこいいね。最後のスターってこう上がるところがめちゃくちゃかっこいいですよね。で、ここで平野さんはですね、全体的にシャウトボイスっていう声を使ってます。ビリビリっとした感じの声質。これはですね、ここにある仮声帯っていうところを使いながら歌うんですよね。もう一回聞いてみましょう。誰がスターみたいな。ちょっと今近くなかったですか？平野さんの声の雰囲気に。個人的にはちょっと近づけたかなっていうふうに思うんですけど、実は僕ね、シャウトボイス、ちょっと前からめちゃくちゃ練習してるんですよね。これ地声をメインで使ったシャウトボイスは少しだけ前よりうまくできたと思います。めちゃくちゃ苦労しましたけどね。難しいテクニックですね。次いきますよ。わ岸さんのこの声めちゃくちゃかっこいいですね。ロックボーカリストみたいなハイトーンでのシャウトボイスですよね。ワンオクロックのタカさんだったり、マイファーストストーリーのヒロさんだったり、この二人兄弟なんですけど、なんかね、このお二人に近い感じの雰囲気をね、僕は個人的に感じました。超かっこいい。もう一回聞いてみましょう。ほら、超かっこいいですよね。絶対ロック系の曲を歌ってもかっこいいですよ、岸さんは。聞いてみたいですね。次いきますよ。なるほどね。今のところがサビの終わりですよね。最後の最後で3人で一緒に歌うっていう感じか。前回の熱海もそうでしたけど、3人でね、一緒に歌うポイントっていうのが以前に比べたらすごく減ってますよね。個々の個性をこうね、アピールしてる感じの楽曲に変わりつつあるというか、こういう変化を見つけるのもね、すごく楽しいし嬉しいですね。次いきますよ。今の声は神宮寺さんですか？すごい低音のかっこいい声でしたよね。一瞬ね、平野さんが歌ってんのかと思ったんですけど、最後の最後で神宮寺さんが登場して、あ、神宮寺さんかと思って。この声も今まで聞いたことがない感じの力強い低音ボイスでしたよね。若干シャウトボイスも混ざってるような感じがしたんですけど、もう一回聞いてみましょう。暴力とかシャウトボイス入ってましたよね。あれ、神宮寺さんシャウトボイスを使うようになってますね。いや、これはすごいですよ。僕も今練習中だっていうのもあるんですけど、シャウトボイスってめちゃくちゃ難しいので、神宮寺さんと同じタイミングでひょっとしたら僕シャウトボイス練習してるのかもしれないですね。シャウトボイス仲間。なんか嬉しい。次いきますよ。今の岸さんのラップのポイントなんですけど、全体的にスタッカートを使っていないですね。で、ラップっていうのは基本スタッカートを使って音の歯切れの良さを表現することが多いんですけど、今の岸さんのフレーズはですね、スタッカートをほとんど使わず、子音の強さだけでリズムの躍動感を表現しているポイントです。もう一回聞いてみましょう。かっこいいね。めちゃくちゃかっこいい。チャ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 ラチャ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 みたいな。すごいかっこいいですね。何回言うんだって話ですけれども。次いきますよ。で、今の平野さんのポイントは、スタッカートを使って躍動感を出してる感じですよね。
いや、2番の A メロのポイントは、3人が3人ともそれぞれのかっこよさを出したラップポイントですね。いやー、素晴らしい。もう一回聞いてみましょう。レラーで、最後でエッジボイスですよね。エッジボイスっていうのはシャウトボイスと似てるんですけど、ここの仮声帯を使ってこの音を表現するテクニックです。シャウトボイスとの違いは、仮声帯の音を出すときに声を一緒に出すか出さないか、その差ですね。仮声帯のビリビリって音と声を一緒に出した声をシャウトボイス、ビリビリって音だけを出した声をエッジボイス、こういう風に言います。フレーズの最後でね、エッジボイスが入ってくるとすごくね、切ない感じがしてかっこいいですよね。次いきますよ。で、今のところも1番と同様、岸さんと神宮寺さんのリズム的な雰囲気がすごく近い感じがありましたよね。やっぱりここはこういった感じなのかな。もう一回聞いてみましょう。かっこいいね。まあ違いがあるとしたら、前半の岸さんはシャウトボイスを使ってラップを歌っていたのに対して、後半の神宮寺さんはシャウトボイスを使わないで歌ってるっていうところかな。でもリズムの捉え方的には2人ともほぼ一緒っていう感じですね。次いきますよ。で、ここの平野さんのポイントはですね、ラップを歌ってる時と声の使い方がほぼ同じですね。違いがあるとしたら、やや鼻の鼻腔共鳴の音色を多めにしてるっていうところですね。もう一回聞いてみましょう。朝になってもみたいな感じの声の使い方かな。ここの部分はメロディー要素が強いんですけど、歌い方的にはメロラップみたいな感じかなっていうふうに思います。次いきますよ。うわ、この入りめちゃくちゃかっこいいですね。徐々にこうグーってこう盛り上がっていって、そのまま爆発するかと思ったらサビでまたねワントーン下がるっていうかね、素晴らしいですね。もう一回聞いてみましょう。かっこいい、超かっこいいですね。こういった曲構成の作り方もナンバーアイは最高にかっこいいですよね。この発想力が素晴らしいです。じゃあサビの頭から聞いていきますね。で、今気づいたんですけど、このサビオクターブって言われる手法が使われているポイントでしたね。1番もそうだったのかな。平野さんがメインメロディーを歌っている1オクターブ高いところの同じメロディーがこう同時に流れてるみたいなポイント。このオクターブが出てくるポイントはですね、すごくこう歌声が透き通ったような質感がしてくるんですよね。ナンバーアイがよく使う手法かなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。で、このオクターブは誰が歌ってるんでしょうかね。めちゃくちゃ高いですけれども。岸さんかな。すんげえ高いですよ。このコーラスみたいなパート。いや、それにしてもかっこいいですよね。続きいきますよ。このあいの言い方がすごく可愛いですよね。ここでも神宮寺さんは先ほど言ったこう無邪気な少年みたいな声の使い方をチョイスして歌ってますよね。あいのところがほんと少年みたいな感じがしました。もう一回聞いてみましょう。ほらほら、あいみたいな感じで、少しだけね、鼻の鼻腔共鳴の響きも使ってるんですよね。鼻声のニュアンスをちょっとだけ混ぜたというか。だからね、こう可愛い雰囲気が増幅したっていうのもあるんですけど、いや、素晴らしいですね。次いきますよ。ここかっこいいですよね。僕ね、好きですね。ここのスターポイント。ダッダッダッダーダーみたいな。
スターのところは音を伸ばしてるんですけど、その前はかなり強めにスタッカート入れてるんですよね。こうグッグッってブレーキが踏んで急に動き出して、またグッグッってブレーキが踏んでるような、この感じたまらなくかっこいいです。もう一回聞いてみましょう。最高ですよね。めちゃくちゃかっこいい。次いきますよ。1番よりもシャウトのビリビリした感じがさらに強調されたような声ですよね。さらにかっこいい。たまらないですね。いや、岸さん、こういう系もいけるんですね。さすが200種類の声質をコントロールする男ですね。もう一回聞いてみましょう。すごいですね。ほんとすごい声だと思います、この声。どうやって出してんだろう。最高ですね。で、今このシーン、よく見たら、神宮寺さんのお腹がね、ちらっと見えてるんですよね。気になる方はですね、2分8秒のポイント見てみてください。ちらっと神宮寺さんのお腹出てますんで、スクショポイントですね、ここは。次行きますよ。あ、こっからダンスブレイクが始まるわけだ。ナンバーアイのミュージックビデオはダンスブレイクも楽しみの一つですよね。めちゃくちゃかっこいい。今回はどんな感じなのか見ていきますね。かっこいいね。こうでなんかこう動きが巻き戻ったかのような、めちゃくちゃかっこいい。で、全体的にシルエットな感じですよね。この後明るくなってパフォーマンスしてる姿がこうね、くっきりはっきり見えるような感じになっていくのかな。続きいきますよ。ずっとシルエットのままですね。今回はこういう感じ。ただこの雰囲気もめちゃくちゃかっこいいですよね。逆にシルエットだからこそすごくね、こう集中して見ちゃうっていうか、そういう魅力あると思います。次いきますよ。暗いけどギリギリ誰か分かるぐらいの明るさあるじゃないですか。今ね、岸さんからスッとこう神宮寺さんにチェンジしたような部分がね、おっていう風に思いましたね。こういうびっくりさせるようなところもね、あるんですね。で、今ね、最後ブレーカーを上げるシーンだったんで、ダンスブレーカーはここで終わっちゃうのかな。毎回ね、ナンバーアイのミュージックビデオはこうやってね、楽しませてくれますよね。最高です。次いきますよ。で、これで最後のサビって感じか。やっぱりこうね、ふわっとしたどことなく R&B を感じさせてくれる雰囲気がね、僕大好きですね。もう一回聞いてみましょう。ほら。歌声はね、 R&B とかそういった大人っぽい感じの雰囲気のする声質チョイスなんですけど、バックの楽器体は結構ね、ゴリゴリとしたこうかっこいい感じですよね。ヒップホップと R&B の融合みたいなね、そういったなんか新しいジャンルかなっていうふうに思います。次いきますよ。やっぱりアイアイ好きだな、僕。可愛いですよね。もう一回聞いてみましょう。いい。かっこよさもあり、美しさもあり、そして可愛い部分もある神宮寺さんの魅力大爆発ですよね。次いきますよ。今最初の部分のダッダッダっていうところにドラムのバンバンバンって音が重なるような感じになってたんですけど、ここの部分が最高にかっこよかったですね。楽曲の中で決めって言われるポイントがあるんですけど、楽器隊みんなで同じリズムで演奏するようなポイント、ジャッツジャーンみたいな、なんか口で言うとね、すごくわかりにくいですね。僕が過去に公開したナンバーアイの歌声分析動画でこの決めに触れてる動画がですね、何本もあると思いますので、ぜひね、概要欄の再生リストから他のナンバーアイの楽曲の歌声分析動画もチェックしてね、その決めについて説明していると思うので見てみてください。もう一回聞いてみましょう。ほら。最後の上がるところがね、いいですよね。
素晴らしすぎますね。次いきますよ。いい。急にミュージックビデオの内容の話になるんですけど、お姉さんにはこの衣装が合いますよってことかな。すごい喜んでね、今のナンバーアイの3人もね、笑顔で手を振ってましたね。もう一回見てみましょうか。で今のポイントはね、僕の大好きなキスさんのね、ロック系の歌い方のポイントだったんですけど、激しい歌声の中でのミュージックビデオの映像はすごく和やかな感じっていう、このギャップたまんないですよね。ナンバーアイのミュージックビデオにはこういうポイント結構出てきますよね。次いきますよ。あ、ここで終わりなわけだ。そしてこっからアフターストーリーみたいな感じなのかな。いや、スパッと終わる感じかっこいいですね。めちゃくちゃ。そっか。で、このアフターストーリーの部分は次の楽曲につながるような内容だったりするんですよね。これもね、アイリーズの方からコメントでね、教えていただいたんですけど。じゃあ早速ね、見ていきましょうかね。At Numbers Housekeeping, we're always ready to be there for you anytime, anywhere in the world. Don't wait. 次の仕事先はここだよってことかな。僕は英語は全くできないんですけど、なんか英語の雰囲気からなんかそんな感じのことを言ってんのかなって勝手に推測しちゃって。もう推測です、これは。英語を聞いて意味を理解してるわけでは全くないので。ただこの1015っていうのがちょっと気になりますね。10月15日に何かあんのかな。また新しいミュージックビデオを公開してくれるとか。続きいきましょうかね。Another minute.Call us now at plus 1015 and UZ 1234 and let us take care of everything for you. 多分英語は何か意味のあることを言ってるんじゃないかなっていう気もするんですけど、違うのかな。NUG っていうのもね、ちょっと気になりますよね。あ、NUZ か。英語だと G って発音しますよね。いや、すごく気になりますね。ぜひね、詳しいアイリーズの方々コメントでこの辺も教えていただけたらなというふうに思います。もうちょっとあるんでね、見ていきましょうかね。バイバイってのり、このお姉さんはナンバーアイの3人が選んでくれたこの衣装を気に入ってんのかな。もうウキウキでね、ダンスを踊ってますね。ほら、踊ってる。フィン、終わりか。そっか、ここで終わりみたいですね。今回のミュージックビデオのアフターストーリーから僕は、ね、次につながる情報としては 1015NUG っていうのがですね、すごく気になりましたね。その後の数字は1234、ここには意味がないのかなっていうふうに思うんですけど、1015NUG、10月15日にニュージーランドで何かがあるとかそういうこと？ NUG ニュージーランド、なんか勝手な推測ですけど、ごめんなさい。もう本当にね、勝手に推測して勝手に喋っちゃってますけど、書いてあった1234以外は何かね、こう意味があるんじゃないかっていうふうに僕は思っていて、気になりますね。いやー、最高でした。以上、ナンバーアイ、ナンバーズユアゾーン、歌声分析はここで終了です。いやー、今回も最高でしたね。僕個人的にはですね、ナンバーアイの3人が3人とも新しい歌声を披露していたかなっていうふうに思います。サビの平野さんの裏声もですね、以前に比べてものすごく声が洗練されたような雰囲気もしていますし、で岸さんのロック的なハイトーンシャウト、そして神宮寺さんの2番の A メロの低音のラップとかね、めちゃくちゃかっこいい新しい歌声を聞くことができて、僕はねものすごく感動しましたね。これからもナンバーアイ全力で追っていきたいと思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。